皆さんこんにちは。ちょっと久しぶりの投稿になってしまったんですが、皆さんお元気ですか？今回の動画はこのトラファルガー広場とは全然関係ないんですが、私がおすすめするパブを6つご紹介したいと思います。観光で来られる方にも在住の方にもおすすめなので、ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。6つのパブの位置関係はこんな感じです。テーマ別にご紹介していきたいと思います。まずはウェザースプーン。こちらはチェーン店なのでロンドンにもいくつか店舗があって Google マップで検索すると出てきます。今回はベーカーストリートの店舗に来てます。基本的にどこのウェザースプーンも店舗が大きめで席数が多いのが特徴的です。またゲームセンターみたいなスロットマシーンもあったり、不思議な空間です。またテーブルに QR コードが書いてあるので、メニューも携帯から注文することができます。メニューもパブとファミレスを掛け合わせたような内容になっていて、他のパブに比べてもとにかく安いんです。ご飯は単品でも頼めるんですが、アルコールをセットにしても11ポンドから14ポンドくらいでとってもお得なんです。この小皿のおつまみも3皿で18ポンド、安い。曜日ごとに安くなるメニューもあるみたい。パブってだいたいお昼から開きますが、ここは朝8時から朝食も提供していて、またなんとコーヒーや紅茶が300円で飲み放題なんです。支払いまで全て携帯で完結できちゃいます。私はペリペリチキンのセットをステラのビール付きで注文しました。ペリペリチキンっていう味付けチキンはいろんな味付けがあるんですが、私はレモンハーブみたいなものを頼みました。これはメキシカンライスは冷凍かな。チキンは柔らかめだったんですが、味付けはちょっと薄めで普通な感じけど、普通の他のパブに行くとビール1パイントだけでも 6,7 ポンドいっちゃうので、このセットで13ポンドぐらいって考えるとコスパはいいと思います。ちなみにこのウェザースプーンではビールを単品で頼むと一番安いので3ポンド台からあるみたいです。物価が高いロンドンの中では貴重ですよね。付け合わせのこのコールスローが一番美味しかったわ。でも安めのパブだからこそいろんな客層の方がいらっしゃるので、スリには特に注意した方が良さそうです。お次はパディントンの駅から南に住宅街を5分ぐらい歩いたところにあるザ・ビクトリア。外のテラス席も充実しているんですが、ここは内装がとっても素敵なんです。全体的に落ち着いた雰囲気で、暖炉があったり小物やインテリアがとっても素敵なんです。また2024年のパブオブザイヤーにも選ばれていたり、他にもいくつか賞を受賞しているみたいです。この右から2番目の店員さんおすすめのエールをいただきます。このダークスターはグレープフルーツやエルダーフラワーのフローラルな香りがするビールと言われているそうで、飲んでみると結構苦味が強かったんですが美味しいです。ここのパブは2階にも席があるみたいなので行ってみます。この壁紙とかカーテンの感じも重厚感があっていいですね。大人数での予約や貸し切りのパーティーで使われるような気がします。こちらのお部屋はライブラリーって書いてあったので、本がたくさん置いてあってディナーをするのにとってもいい雰囲気です。ちなみにここのパブを出て高級住宅街を2分ほど歩いたところには、ロンバケのロケ地である教会があるんです。2人はここの道を走っていたんですね。好きな人はぜひここも行ってみてください。お次はロンドンのビジネス街近くのチャンセリーレーン駅から歩いて2分くらいのところにあるシティオブヨーク。
このパブ自体は1920年代に一度建て直しをされているんですが、もともとこの区画には1430年代からずっとパブがあったらしいです。この高い天井とお酒の樽が伝統的な感じがしますね。さすがロンドンで一番古いパブって言われているだけあります。お席はこんな風に半個室のブースになっているところもあって雰囲気とっても良いです。メニューはスナック系からフィッシュ&チップスやパイ系などのパブクラシック、あとはバーガーだったり、お昼はサンドイッチなどもあるみたいです。メイン系は15ポンド前後、サンドイッチは10ポンドちょいぐらいでした。じゃーん、私はチキンシュニッツェルを頼みました。ソースがトマト系でさっぱりしてて、チップスとサラダもついてます。ここのチキンシュニッツェルは衣が結構ザクザク系な感じで、例えるならばケンタッキーみたいな感じ、いい意味で。取り忘れちゃったんですが、ビールはこのタディラガーっていうあっさりめのラガーを頼んで、これがまたよく合いました。美味しいです。平日のお昼時はこれぐらい空いてて静かでとっても過ごしやすかったです。老舗のパブおすすめです。で、こちらはさっきのシティオブヨークから南に5分ちょっと歩いたところにある1888年から1975年まで営業していたイングランド銀行の支店を改装した映えパブです。とにかく内装が素敵です。ビールもここはアサヒも置いてました。私はここのオールドバンクオブイングランドのエールをいただきます。パブによってはそのパブオリジナルのビールとかも置いているので試してみるのもいいと思います。メニューも基本的なスモールプレートからメインプレートまでたくさん置いてます。あと個人的にいいなと思ったのはカクテルどんなものを作ってもらえるかっていうのもメニューに載ってあるので、ビールが苦手な方も注文しやすいかと思います。ブース席は基本的に予約の方優先みたいです。ここのパブもお昼は空いてますが、夜はおそらく金融街で働く人たちがたくさん飲みに来ると思うので予約した方がベターだと思います。2階席もあるので行ってみます。この日は私が来た最初の1時間はこの2階席と他の1階の個室みたいなところも貸し切りでパーティーをされている方がいらっしゃったので、お昼の時間を避けた2時3時ぐらいだと2階席でも座れるかと思います。パブ全体の内装もそうですが、この照明もとっても素敵ですよね。ここに来るとバリバリ働く銀行員みたいな気分にもなれるのでおすすめです。最後にここは中庭みたいなところでもテラス席で飲むことができるので行ってみます。中庭には大きなロンドンバスもあるので写真を撮るのもいいですね。パブを出ると近くには王立裁判所があったり重厚感のある建物が多いので、ちょっとお散歩するのもおすすめです。お次はちょっとだけセントラルから離れて、日本人の方もおそらくたくさん住んでいらっしゃるであろうスイスコテージの駅の近くのパブです。ここはとにかく店内が広くってローカル感もあって落ち着く雰囲気です。ビールやサイダーたくさん種類がありますが、結構珍しいこのピュアオーガニックラガーというものを頼んでみました。パブは同じ系列店だとメニューが全く一緒っていうことがあるんですが、ここもシティオブヨークと系列店みたいでメニューも全く同じでした。泡がふわふわでフォルムが可愛いですね。飲んでみます。オーガニックとなるとあまりビールを飲む罪悪感もなくて、ついごくごく飲んじゃいます。とっても飲みやすくて美味しいです。そう、ここのパブは村上春樹さんがロンドンに滞在されていた時によく通われていたパブだそうです。エリア的にも結構空いていて静かで落ち着ける場所なので、春樹さんのファンの方もそうでない方にもおすすめです。このパブはさっきのシティオブヨークと同様にサミュエル・スミスっていうビールの醸造所が経営しているパブなので、そこのエールなどを頼むとブリティッシュな感じもしていいかもしれません。多分これ。はい、最後はセントポール大聖堂から歩いて5分くらいのところにあるこちらのパブです。
ここは店内はそんなに広くない感じで、ビジネス街に近いのでビジネスマンがちらほらいる感じです。ビールはフラー醸造所のロンドンプライドとか、他にもたくさんいろんな種類があります。迷ってたら店員さんがテイスティングをさせてくれたので、そこで美味しかったこのピーチフレーバーのサイダーをいただきます。パブのカウンターではラガーかエールどっちがいいか、またどんなフレーバーのものがいいかっていうのを言ったらテイスティングさせてくれたりするのでおすすめです。よく見たら怖い顔があった。なんとここのパブが1869年にオープンする前は収容所があった建物だったらしくって、もしかしたら幽霊が出るかもと言われているそうで、こんなジョークも書いてました。地下には牢屋の一部が残っているみたいで、言ったら多分見学できるみたいです。興味ある方はぜひ。てな感じでいかがでしたか？観光の方も在住の方も気になったところがあったらぜひ行ってみてね。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。いいねと思っていただけましたらコメントやチャンネル登録もお待ちしております。では次の動画もお楽しみに。